皆さんこんにちは、アンリです。今日は経済産業省とネドが総額10億円規模で人手不足を AI で解決する公募コンテスト、その名もジニアックプライズ2026を発表し、皆さんの会社のあらゆる業務に AI が流れ込む流れが国の方針として固まったというニュースを AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。まず本日の結論を3つ先にお伝えします。1つ目は、国が10億円の懸賞金を用意して介護、運輸、建設、小売など皆さんの会社の取引先にも多い人手不足、現場への AI 開発を企業と学生に競わせるという出来事です。2つ目は、最大6.3億円の懸賞金と学生に最大4億円分の高性能コンピューターを配るという税金が AI に直接流れ込む明確な構図です。3つ目は、このコンテストの結果で生まれた AI が数年以内に皆さんの会社の業務にも降りてくるため、今のうちにうちの業務で AI に任せられる作業はどれかを整理しておくことが管理職の評価を分けるという見通しです。本編は4つの章でお話しします。1つ目の章で今回のジニアックプライズの中身を、2つ目の章で国が10億円かけて何を狙っているかを、3つ目の章でなぜ皆さんサラリーマンの仕事に直接聞くのかを、4つ目の章で明日からの上司報告と部下対1の具体的なセリフを順にお伝えします。それでは1つ目の章に入ります。結論からお伝えします。5月29日、経済産業省と国の研究開発法人ネデューが総額およそ10億円という大型の懸賞金付き AI コンテストジニアックプライズ2026を発表しました。これは AI を実際に使って社会の人手不足を解決するアイデアと仕組みを企業と学生から公募で集める国主導の協議会です。なぜこれが画期的なのか、理由は3つあります。順番にお話しします。理由の1つ目は賞金額の大きさです。今回の上限は企業向けで最大およそ 6.3 億円、学生向けでは最大4億円分の高性能コンピューター提供と、これまでの国の AI 公募とは桁が違う規模になっています。理由の2つ目は、コンテストの中身が社会の困りごとに対する具体的な解決そのものを初めから求めているという点です。具体的には介護や運輸、建設、小売といった皆さんの取引先や親御さんの介護現場にも直結する分野で人手不足を埋める AI を開発させるという公募内容です。理由の3つ目は、参加できる対象が大手企業だけでなくスタートアップや大学高専の学生にまで広がっているという点です。具体的には、前回の公募では参加が150社を超えましたが、今回はもっと若い世代や社内に少人数のエンジニアしかいない中小企業にも物を広げる方針が示されています。少しイメージしやすいよう身近な例で考えてみましょう。皆さんの取引先にドライバー不足で配送が遅れがちな運送会社、あるいは人手が足りずに残業が常態化している建設会社がいないでしょうか。今回のコンテストはちょうどそういった現場に入り込んで業務を支える AI を国の税金で開発させ、優秀な提案者には数億円の賞金を渡すという仕組みです。皆さんの会社が直接エントリーしなくても、数年後にはコンテストで磨かれた AI がサブスクの形で皆さんの取引先や最終的には皆さんの部署にも降りてきます。ここで一つ目の章の結論を再確認します。今回のジニアックプライズは、賞金額の大きさ、社会課題に直結する公募テーマ、そして広い対象という3つの点で、国が AI 開発の流れを大きく動かす重要な発表です。これは一部の IT 企業の話ではなく、皆さんの取引先といずれは皆さん自身の業務にも影響する話だと捉えてください。皆さんが明日から考えなければならないのは、自分の部署で人手不足を感じている作業を書き出しておくことです。続いて2つ目の章に入ります。
結論からお伝えします。国が10億円を投じて AI コンテストを開く本当の狙いは、人がいないせいで止まっている社会の機能を AI で動かし続ける仕組みを早く作ることにあります。なぜこの国の狙いを知ることが皆さんにとって意味があるのか、理由は3つです。理由の1つ目は、国の予算がついたテーマはその後5年から10年単位で関連政策や補助金が続き、長く影響が残るという点です。理由の2つ目は、今回のテーマである介護、運輸、建設、小売は、皆さんの会社の取引先や皆さん自身の親世代の生活に最も近い現場であるという点です。理由の3つ目は、コンテストで成果を出した企業や学生がそのまま大手企業の AI 部門に採用され、皆さんの会社にも入社してくる人材の流れが起きるという点です。身近な例で考えてみましょう。皆さんの会社でも取引先の物流会社からの納品が遅れ、最終的に自分の部署の納期に響いたという経験があるかと思います。これまでは人を増やせば解決すると考えられてきましたが、今後はその人手不足を AI で埋めるという選択肢が国の方針として正式に動き出します。今回のお手本では、国が懸賞金で現場の困りごとを解決する AI を一気に集めて数年で社会に普及させるという時間短縮の仕組みをとっています。皆さんの会社でも人手不足を人を増やすではなく AI に任せるで解決する発想を上司に提案できる管理職がこれからは強くなります。ここで2つ目の章の結論を再確認します。国がジニアックプライズに10億円を投じる狙いは、人手不足を放置せず AI の力で社会を回し続ける仕組みを数年単位で一気に作ることです。これは皆さんの取引先と人材市場両方に効いてくる動きであり、皆さんの仕事の進め方を根本から問い直す機会になります。続いて3つ目の章に入ります。結論からお伝えします。国主導の AI コンテストで生まれた成果はニュースの中だけで終わらず、数年以内に皆さんの会社のあらゆる業務にも降りてきて、皆さんの管理職評価に直接聞くようになります。なぜそう言えるのか、理由は3つです。理由の1つ目は、経営陣がこの種の国の発表に敏感で、うちの業界向けの AI も近いうちに使えるようになるはずだという前提で来期の予算を組み始めるからです。理由の2つ目は、役員会議で AI を使った業務効率化が継続的な議題になり、各部署にどの業務を AI に任せるかを整理して報告するよう宿題が回ってくるからです。理由の3つ目は、人事評価の項目に AI を活用した業務改善の提案件数が組み込まれ、提案できる管理職と提案できない管理職の差が給料や昇進に現れるからです。身近な例で考えてみましょう。皆さんの部署でも経費精算の処理、取引先からの問い合わせ対応、定例会議の議事録作成といった毎月決まって発生する事務作業があると思います。上司から来年度はこの中のいくつかを AI に任せたい。どこから始められるか整理して報告してくれと直撃される日が近づいています。その時に私の部署ではまずこの3つの作業を AI に任せ、人は最終確認と例外対応に集中する案を考えています。即答できる管理職が評価で頭一つ抜けます。ここで3つ目の章の結論を再確認します。人手不足解消 AI への国の投資は数年以内に皆さんの会社にも降りてきて、管理職の業務整理力が評価の分かれ目になります。皆さんが今この瞬間からやるべきことは、自分の部署の作業を人がやり続けるべき仕事と AI に任せられる作業にざっくりと仕分けておくことです。続いて4つ目の章に入ります。結論からお伝えします。明日からの行動は2つあります。1つは上司への先回り報告です。もう1つは部下との1対1での話し合いです。なぜ今すぐ動く必要があるのか、理由は3つです。1つ目は、上司もこのニュースを目にしていて、
うちの部署でも AI 活用を整理しろと指示するタイミングを今まさに探っているからです。2つ目は、部下も自分の仕事が AI に取られるのではないかという不安を口には出さなくても抱えているからです。3つ目は、ここで動かない管理職は半年後にあなたの部署の AI 活用提案はゼロですね。人事評価で後手に回るからです。まずは上司への先回り報告のテンプレをお渡しします。朝の業務開始直後、上司にこう報告してみてください。報告です。経済産業省が人手不足解消のための10億円規模の AI コンテストジニアックプライズ2016を発表しました。介護、運輸、建設、小売向けの AI が数年以内に商用化される見込みです。うちの部署で毎月発生する事務作業を AI に任せられる作業と人が判断すべき作業に仕分けて来週月曜までに一覧をお渡しします。ここまで言えれば上司は「おお、こいつは先を読んで動いている」と必ず受け取ります。具体的な数字10億円、6.3億円、介護、運輸、建設、小売を一つだけ入れるのが説得力のコツです。次に部下との1対1での話し方をお渡しします。部下を呼んでまず切り出してください。最近国が人手不足解消に AI を使う方針を明確に打ち出している。うちの部署でも君が今やっている事務作業のうち AI に任せられる部分を一緒に洗い出したい。君の仕事を AI に置き換えるためではなく、君が判断や提案にもっと時間を使えるようにするためだ。整理ができたら来期の評価項目に AI 活用での業務改善提案を入れて君の加点に直結させる。こう伝えると部下の不安は驚くほど早く解け、自分から提案を持ってくるようになります。ここで本日のまとめです。今日のポイントは3つでした。1つ目は、国が10億円規模の懸賞金付き AI コンテストジニアックプライズ2016を発表し、人手不足解消 AI に本気の投資を始めたこと。2つ目は、その成果が数年以内に皆さんの会社にも降りてきて、管理職の業務整理力が評価を分けるようになること。3つ目は、明日の朝、上司への先回り報告と部下との1対1での仕分け話し合い、この2つを動かしてほしいということです。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ、毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で。